こんばんは、今日は4月24日ですね。岡田斗司夫ゼミ第438回になります。なんだろうな、ゼミがですね、もう4月がこれで最後になってですね、5月に入るとですね、ここからどういうふうに組み立てていこうかなとかいろいろ考えてるんですけども、5月結構ね、ネタ多そうなんですよね。ということで、一応今週、こんな感じでですね、公開していきますという公式チャンネルの方を、出してみました。まず今日がライブ配信ですね、生でやる、ジブリ語りをやってですね、で、明日がセカンドチャンネルでお便りの紹介やります。で、水曜日がですね、アップグレードですね、押井守さんの書いた誰も語らなかったジブリを語ろうの回をですね、アップグレードします。で、毎月毎月やるですね、限定公開ですね、限定部分全部見せちゃうやつなんですけども、ちょっとね2本出しちゃいます。4月29日と30日、5月1日がもう日曜になるんで、4月29日と30日に、魔女の宅急便の初級編と、30日にですね、魔女の宅急便中級編ですね。これ2020年にですね、2週間連続でやったやつをですね、限定版まで全て見せてしまいますのでですね、魔女宅のですね、金曜ロードショーに合わせてちょっと割と見応えがある動画になると思います。限定版見たことない人が多いですからね。で、来週はですね、439回でですね、ちょっと本の話をしようと思ってるので、読書ですね。あと、喋り場が NHK で一晩限り復活するので、それ語って、で、機動戦士ガンダムですね、宿命の出会いの後半をやろうというふうにですね、1週間ぐらいはこんな感じでやろうと思っています。よろしくお願いします。で、今日の内容なんだけども、無料の方で魔女宅のですね1、2で限定の方で3ですね。限定の方ではですね、ジブリはなんで今ちょっと変化してるんだよなという話をしようと思います。それとですね、宮崎駿引退と復帰のなんでこういうふうに繰り返すのかっていうですね、このツッコミというのをやってみたいな。でプレミアムの方はですね、最近ちょっと僕が読んでる本で映画を早送りで見る人たちっていう本があるんです。ちょっとそれのことを語りたいのと、あとウクライナに千羽鶴を送る問題ですね。これね、お便りでですね、投稿でですね、すごく多かったんですね。これどういうふうに考えればいいですか。みんなどうもなんかすっきりしないらしくてですね、ちょっとこれに関してですね考えてみようと思うというこんな感じで今日はやっていこうと思います。ではですね、魔女宅の秘密からいきましょうか。ですね、こっから話始めたいんですけども、おっとっとっと。魔女宅のですね、最初の方のミッションですね、ぬいぐるみをですね届けてほしいというミッションで、割と島の端っこの方にですねこう一軒家が建っててですね、でそこにですね機器が飛んでいくと、家とかというふうなことでその家へ向かってゆっくり着陸していく機器ですね。割と家の形がはっきり書いてるんですけども、この家ってですね何だったのかですね、この家についてですね興味深いエピソードをですね鈴木敏夫さんが書いています。それがですね、ジブリの哲学っていうですね、ちょっととっつきにくいタッチのですねタイトルなんですけど、ジブリの哲学という本を書いてるんですけども、これの前書き部分にこの家の秘密が書いてるんですね。でちょっと一番最初の部分ですから少し読んでみようと思います。アラン島の旅というのがですね前書きにあります。アラン島というのはですねイギリスの隅っこの方にある島なんですけど、アラン島は岩だらけの島で他には何もない。そこで寄せては返す波が運ぶ砂をコツコツと溜めて一生に流れ着いた海藻と混ぜて土を作る。ムーミンママがですね、ムーミンパパ海へ行くでやった方式ですね。しかしそうやって溜まった土をそのままにしておくと風が強いので吹き飛んでしまう。それが飛ばないように長い長い石壁を作る。しかも何重にも何重にもして。未来少年コナンでやったことですね。そうして人工の畑ができると人々はジャガイモを栽培した。海だから魚は取れるが他に食料はない。だから主食が欲しかったというところからですね始まって、これのドキュメント映画があってですね、ジブリの人たちでみんな見たそうです。で圧倒されたと。とにかく
ものすごく何にもないところだというふうなことでですね、鈴木敏夫さんと宮崎駿さんその他何人かでこのアラン島に行ったそうです。めちゃくちゃですね小さい飛行機に乗ってですね、でその小さい飛行機ですぐにもう着いちゃったと、イングランド本島から離れてですねすぐに着いちゃったと。で、その後ですね小さいバスに乗り換えて民宿に行ったんですね。で民宿に行ってもですねもう本当に何もないと。で外へ出たら午前0時なのにやたら明るいと、白夜なんですね。白夜になっているような土地なんですけども、で何もないとですね。で、その翌日朝ですねみんなでその島を探検したそうなんですけども、島を一巡りするのに全然時間がかからないと。でそれぐらい狭いんですよね。で途中で、教会で結婚式があってで、そこで結婚している人もいるんですけども、この島でですね他に老人しか見たことがないので、若い人がいるのが見れてちょっとみんなのテンションが上がったと。それぐらい何もないところなんですね。でおかみさんの話だとヨーロッパのお金持ちぐらいしかもう来る人がいないと、税の限りを尽くした人々が最後に訪れる場所だですね。で何もない、それが最高の贅沢なんだ。で、翌日ですねもう本当に何もないところでみんな何もしてなくてですね、日程決めてなかったそうなんですね。でいつまでいますかっていうふうにガイドさんが説明してきたらですね、もう宮崎さんがですねあと1日いたらもう帰りますっていうふうに言ったんですね。でもみんなに異論はなかったと。とりあえず早く帰った方がいいと思った。でないとこの島にいたら何もしないことが当たり前になって社会復帰できそうにないと。で自殺しようとしている人がいたらアラン島を訪れるといい、死ぬ気も失せる島だっていうふうに書いてるんですね。でその晩宮崎さんが飛び起きたと。鈴木さん誰かいるか感じませんっていう。僕にはない感覚だったんだけども宮崎さんはなんかこの島には何かいる誰かいるとずっとおどおどしていると。でその誰かが日本までついてきたというふうに後に宮崎さんは語ってた。でこうして僕らの3日間にわたるアラン島の旅は終わったと。ちなみに僕らの泊まった民宿だがその後魔女の宅急便を作る時に宮崎さんが自分で描いた絵を僕の元に持ってきて見せてくれた。覚えてるって宮崎さんが言った。あの民宿の絵だった。キキがぬいぐるみのジジを届ける家だったっていうのがですねこのジブリの哲学に書いてあります。この家ってもうそのまんま宮崎駿たちがそのアラン島で泊まった民宿だそうですね。ですねでこれ何を話そうとしてるのかっていうとですね魔女の宅急便が公開されたのは1989年なんですよ。でこの本出版されたの2011年なんですね。で実にですね22年間の間ですねこのアラン島の話っていうのは鈴木と宮崎以外は誰も知らなかったそうなんですね。なんだろうな、こういうことね時々宮崎駿やるんですよ。自分だけが知ってるとか、あと鈴木敏夫だけにはこっそり伝えてるっていうのがあってですね、でその鈴木敏夫が知ってることでもですねそれを鈴木敏夫が宣伝とかで喋ろうとすると止めるそうですね。でひどい時にはですね言ったら殺すっていう時もあるそうなんですけども文藝春秋のですね2020年2月号もう本当に今年の話なんですけども、そこでですね舞台版の「千と千尋の神隠し」がですね、特集された時にですね、声優「千と千尋の神隠し」のアニメで湯婆婆の声優はですね夏木マリなんですけども、舞台でもですね、湯婆婆役やってるのは夏木マリなんですよ。でその夏木マリさんと鈴木敏夫さんの対談でですね今年の文藝春秋ですよ「千と千尋の時間」について実はこの作品を作っている時これは一体何日かの話なんだろうと数えてみたんですっていうふうに鈴木敏夫が言うと、夏木マリが「そう言われると何日間なんですか?」って聞き返すと。で鈴木敏夫が僕は宮崎さんの書いた絵コンテを仔細に調べたんですよ。そしたら3日間でした。たった3日の話があれほどスケールのでかい映画になっていったんですよ。で、これをですね、映画が出来上がった時に宮崎さんに3日間の話ですよねって言ったら絶対に言うなと宣伝でバラすなって怒られましたとですね、これなんですよ。これもですねようやっとなんだろうな今年になって出てきた話でですね割とね宮崎駿って隠すことが多いんですよね。なんでそんなに隠すのかっていうそれ理由は分かんないんですけどもですね、でこういうネタをですね鈴木敏夫はですねジブリ汗まみれっていうラジオの番組で時々話すと。で話したら殺すとか絶対に言うなって言われてるのをなんで鈴木敏夫が話すのかっていうと
もうそろそろバレても怒らないだろうとかですね、もうそろそろ宮崎駿にとって多分公開直後は自分の心の中だけに溜めとこうという問題なんだけども、ある程度経ったらまあそんな気にしないだろうっていうのもあり、あとは宮崎駿自身が言うことがコロコロ変わる人間だから、10年とか20年ぐらい経ったらもうこれを絶対隠しとけばもうなくなるんじゃないかなというふうに思ってんじゃないかなと僕は思ってるんですね。だから鈴木さんが時々話すというか、話さないともったいないというのもあるんでしょうね。で宮崎駿ってその理想主義者で欲望が強くて、何かこれがしたいという欲望強くて、で自分に厳しくて割とスタッフにも厳しくて、それでもすごくよく笑う人懐っこいというですね、大変複雑な人なんですね。一筋縄ではいかない人なんですね。でそれ以外に僕が面白いなと思うのは今話した不思議な秘密主義なんですよ。こういうことがですね、その宮崎さんの近くにいる人とかですね、もしくは本人しか知らないことをですね、絶対に話そうとしないと、なかなか出そうとしないと。で作品の中に例えばその鈴木敏夫しか知らない秘密っていうのも入れるし、その他にもですね、鈴木敏夫も知らないような秘密ですね、誰にも知られないメッセージを入れてくるんですね。でそれがですね、一番最初今日のネタのですね、ハンドレページの謎っていうやつなんですけども、実はですね魔女の宅急便というのは、これいつの時代かわからないけどみたいな話になってるんですけども、この世界のパラレルワールド、もう一つの1989年、魔女の宅急便の公開年がですね1989年なんですけども、もう一つの1989年の話であると僕は思ってるんですね。でそれはですね、どんなパラレルワールドかっていうとですね、第一次大戦はあったけど第一次世界大戦が存在しなかったと。いわゆるドイツがポーランドに侵攻せずにですね、ヨーロッパはそのまま、第一次大戦の後復興した世界なんですね。もう一つの1989年なんですよ。でそれが何で分かるのかっていうと、これですね、キキがですねパン屋の2階にですね下宿始めた時にふっと見ると、向こうのですね角にですね部屋が見えると。でそこの角の中に、部屋の中にですねテレビがあるんですね。でテレビがですね、飛行船がですね南極に、目指して出発しようとしてますというモノクロンテレビが映るんですよ。で一般家庭にテレビが普及したのはですね1960年代なんですね。だからこれついついですね、黒猫のジジがこの猫と出会うシーンだから、ついついこの猫の方に注目がいっちゃうんですけども、このテレビニュースがですねちゃんと流れるので分かると、これ見せてるんですね。で1960年代の科学技術だということが分かります。でところがですね、その後に出てくる、その後じゃないな、もう本当にオープニングの時に出てくるですね、松任谷由実の歌が流れながらキキが空を飛んでる時にですね、キキがですね真後ろからですね巨大な飛行機が飛んできます。複葉機ですね。複葉機のですね旅客機がキキを追い抜くんですね。で複葉機の旅客機が飛んでるのはですね、もう1930年代から40年代の前半までで、第二次大戦が終わる頃には全て単葉機、つまり翼が1枚になってるんですよね。だからこの複葉機の旅客機が飛んでいた時代っていうのは割と短くてですね、1930年代の半ば、31年ぐらいからですね41年ぐらいまでっていう割と期間限定できるんですよ。でこのですね、つまり何が言いたいのかというと、一般家庭にテレビがある時代とで複葉機の旅客機がある時代は同時期に存在しないんですね。もちろん趣味の複葉機は飛んでます。現代でも飛んでるんですけども、民間航空会社がですね旅客機として飛ばすのはですね、テレビが存在する時代にはさっき言ったように全て単葉機になってるんですね。でこれ宮崎駿が知らないはずないんですよ。もうこういうことにすごくうるさい人で、他人がこんな間違いをしたらうるさく言うと。でいやそれは書きたいだけだからって、宮崎駿がそういう時代として書きたかっただろうというふうにも考えられるんですよ。で僕も最初はですね、宮崎さんなんか自分のすごい好きなものを詰めたんだなっていうふうに考えてたんです。でジブリの一般回答もそうなんです。ジブリの一般回答でもあの場所はどこにあるかわからない、なんか宮崎さんの頭の中にだけあるようないろんな場所を混ぜた場所なんですって、あの時代はどこでもないような、なんか宮崎さんの頭の中にあるようなというふうな一般回答というのを出すんですね。でもなんか
宮崎駿の中でおそらく回答があると僕今回考えるようになって、その理由をこれから説明するんですけども、戦争っていうような技術を爆発的に進化させるんですよ。例えば第一次大戦前って飛行機は物好きな冒険家の乗り物だったんですね。ライト兄弟が飛行機発明した後にですね、散々いろんなところに売り込もうとして、特にアメリカ陸軍に売り込もうとしてもですね、売れなかったんですよ。こんなもん別に何の役にも立たないというふうに言われたんですね。しかし第一次大戦がですね、飛行機を進化させて1930年にはですね、このような大型の複葉機の旅客機が空を飛んで大西洋を横断するようになると。でその後もですね、第二次世界大戦はレーダーとかコンピューターなど電子技術を爆発的に進化させたと。だからもし第二次世界大戦がなかったらこの世界はどうなってたのかっていうと、おそらくコンピューターとかミサイルはまだ実験段階なんですよ。で1989年になってもテレビはまだモノクロだったんですよね。戦争のおかげで飛行機はですね、進化した、第一次大戦で進化して複葉機のですね旅客機を飛ばすぐらいになったんですけども、もし第二次大戦がなかったらテレビもですね、あと飛行機もそのままあまり進歩せず、トンボや友達がやってるですね飛行クラブみたいな発明家たちが単葉機を実験的に飛ばしてるだけで、まだ飛行船が空を飛んでる、ここで言ってるですね、飛行船が南極探検に出かけますと、そういうような時代だっただろうと。つまりこの2つのですねテクノロジーが共存しているっていうのはですね、第二次大戦がなかった世界の1989年なんですよね。で僕がですねこの宮崎駿をですね秘密主義だな、でロマンチストだなと思うのはこの飛行機なんですよ。なんでこれを選んだのか。これ好きで趣味で選んだんではなくてメッセージがあるんですね。この飛行機ってこれ美術部に作ってもらった模型なんですけれどもですね、イギリスのハンドルページ社っていうのがですね1930年に初飛行を成功させたハンドルページのですね HP42 という機体ですね。ここ置いときますね。1930年代にですねロンドンとパリを結ぶ定期便ですね、定期路線に採用された飛行機なんですよ。でこの旅立ちの夜にわざわざこのハンドルページをですね登場させたことが第二次世界大戦がなかった世界のですね証明になっているんですよね。でこのハンドルページですね HP42 というこの機体はですね民間機で唯一、死亡者を出してない機体なんですよ。これねいまだにこの記録破られてないんですよね。民間にですね使用されているいわゆる旅客機のですね飛行はですね、大体事故を起こして死亡事故があるんですけどもですね、唯一運用されててですね民間でやってる時にですね死亡者は出さなかったんですよ。しかし第二次大戦が不幸にも始まってしまってですね、このハンドルページはですね前期イギリス空軍に徴収されました。つまり徴用されて、戦争に使われたんですね。で結局事故で前期失われてしまったんですよ。でももし第二次世界大戦がなかったらどうなったのかっていうと、民間機で唯一死亡事故を起こしてない優秀な機体なのでですねそのまま量産されてずっとですね1931年から運用が始まったようにロンドン・パリ間の定期便としてドーバー海峡を越える機体として飛んでいただろうということですね。つまりモノクロテレビが普及されるような時代まで爆発的な戦争による圧力がないのでですねこの、ハンドルページはですねずっとパリ・ロンドン間に使われたはずなんですよ。でこのテレビとハンドルページがですね共存する世界っていうのは第二次大戦という電子技術と飛行機の進歩がなければなかったから可能になるんですよね。でさすがにこれは鈴木敏夫でも分かんないですよ。宮崎駿と一番近しい存在で何かも知ってるような感じなんですけどもですね、それはミリタリーの知識とか飛行機の知識がないと分かんないんですね。で鈴木敏夫でも分かんない、もちろん宮崎駿にしか分かんない、多分宮崎駿これは分かんないだろうと思って出してると思うんですよ。心の中の秘密設定ですね。で自分の大好きなイギリスの飛行機をですね出すことによって、ほらこれがなんだろうな、ロンドンとパリの間を飛んでるからこそ危機の後ろを追い抜いていくんだと。つまりイギリスからフランスへですね彼女が飛んでいくドーバー海峡というすごい狭い海峡だから、この機器の飛行能力でも飛べるわけですね。その時に後ろから追い抜いていくので夜間飛行ってすごく難しいんですけども、なんで機器が
パリの上空まで行けたのかっていうと、これの後ろをですねついていくように飛んだからだっていうふうに考えるわけですね。そのですねその秘密の設定をですね、自分が大好きなイギリスのですね服用機の旅客機ですね、本当は戦争がなかったらこいつがずっと飛んでいたようないい時代いい世界が続いてたんだよっていうですね、これをで説明するというのはね、宮崎駿めちゃくちゃねロマンチックなじいさんだと思います。というわけでですね、魔女の宅急便の秘密ですね、アラン島の、家とですねハンドレページの謎でした。よいしょ。ここまででですね、魔女の宅急便の秘密はですね無料版の方は終わりですね。今日の無料はですね短いんですけどもここまでにします。なんかなんだろうな、宮崎駿の作品って今日ジブリ語りなんですけどもですね、こういうなんかね本人が好き勝手にやってるとかですね趣味でやってるとか、それは宮崎さんの心の中にあるというふうに説明されることがあまりに多いんですけども、よくよくインタビューとか読んでみるとですねかなり論理的に組んでいると。でそれもメッセージがあって隠しメッセージみたいなものがいっぱいあるんだっていうのは宮崎駿自身も言ってるんですね。すごく理屈で組んだっていうふうに言ってて、でそこから先は何でですかって言われたらそこら辺説明しないので割と趣味で組んだみたいに考えられるんですけども、やっぱ庵野秀明のですね作品、その「エヴァンゲリオン」にしてもですね「新なんとか」のシリーズにしてもですね、なんでこれをオマージュとしてパロディとして出すのかっていうのは本人の中に理由があるように、宮崎駿もですねかなり出てくるアイテムのチョイスとかですね、なんでそれをやるのにというのに関してめちゃくちゃですね理由がある人なんだなと、秘密が多い人なんだなというふうに思います。というわけでですね今日の内容でこのアラン島の家の話とハンドレページの謎を無料でやりました。限定の方ではですねちょっとちょっとだけなんですけど「ルージュの伝言」っていう曲をなんで選んだのか、あと、ジブリのちょっと今スタジオジブリですね自体に大きい変化が起きてるぞ、 X で近いんじゃないのかっていうのとですね、引退と復帰の謎というですね、ちょっとジブリに関して今日は軽めにどんどん話していこうと思います。来週のですね5月1日はですね、読書しゃべり場復活ガンダム宿命の出会いやるというふうに言ったんですけども、その次の5月8日はですね人生相談なので投稿フォームにですねお便りとか質問お待ちしてます。採用された方にはですね、特別ステッカーですね、今のところこのオタコンってですねこれが4月のステッカーなんで、多分5月はもう一回ですね絵が変わるんじゃないかなと思います。5月の8日に間に合えば絵が変わりますし、間に合わなかったらこれのままになると思いますけどもですね。ということですね、どんどんお便りをお寄せください。よろしくお願いします。それでは限定の方に切り替えてください。はいはい。よいしょ。ちょっと休憩ね。